はい、こんにちは、てんぱぱです。今日はこんな感じで、はい、ハイピッチの音が楽しめるスワグキーと HMX のコラボであるミルキーホワイトスイッチをご紹介していきたいと思います。はい、今日はですね、冒頭にお伝えした通り、スワグキーと HMX のですね、コラボで作っているミルキーホワイトスイッチを取り上げていきたいと思います。はい、このキースイッチで僕が一番気になっている点としては、はい、こんな感じで、トップハウジングが PC、ステムが P3、そしてボトムハウジングが PA66 というこの素材の組み合わせがどういう打鍵かになるかというところになっております。でまたですね、このキースイッチ、スプリングが 22mm と、はい、見ていただいて分かるようにめちゃくちゃ長いので、この辺もどれぐらいクッション性があるかという点はぜひ見ていきたいと思います。今回の動画ではスペックの確認をさせてもらった上で、キースイッチ単体の音、そしてキーボードに取り付けた時の音、そして良い点悪い点、最後に総合評価という流れでですね、見ていければと思いますので、最後まで動画をですねご覧になっていただいてですね、ゲットしたいキースイッチかどうかという点をチェックいただければと思います。ちなみにてんぱぱ TV ではこんな形で新しいキースイッチの紹介定期的に行っていますので、見逃したぜってならないようにぜひチャンネル登録していただいて最新動画チェックいただければと思います。それでは本編スタートです。はい、それでは早速外観からですね、まずは見ていきたいと思います。見ていただいて分かるようにトップハウジングが半透明で、裏側も半透明のようなハウジングになっているという形でして、ステムは白というような感じになっております。なので名前にミルキーと書いてあるんですけど、ミルクのような、ミルキーなんですね、色合いをしているという感じです。ピン数は5ピンとなっておりますので、安定感があるんじゃないかなという感じになってます。それではスペックご覧になってみてください。はい、そしたらスペックなんですけど、まずプライスですねが 0.3 ドルという形になっておりまして、タイプがリニアとなっております。トップハウジングが PC、ボトムハウジングが PA66 のナイロン、そしてステムが P3 という素材になっておりまして、こちらの素材がですね、私調べたんですけどもちょっと出てこなかったのと、スワグキーさんの方にインスタグラムで問い合わせてみたんですけど、こちらもまだちょっと回答がないので、分かり次第コメント欄のところにですね、書き込めればと思うんですけども、一旦ちょっと分かってないという感じで進めていければと思います。でスプリングは 22mm のシングルステージという形でかなり、はい、こんな感じで長くなっておりますので、はい、これがですねどんぐらいクッション性があるのかという点は気になるなというところです。でトータルトラベル 3.5mm、 ボトムアウトフォースは 46g、 ファクトリールブはイエスという形になっております。はい、でファクトリールブに関してなんですけれども、はい、こんな形でですね、ステムのところと、あとは金属の部分ですね、ボトムハウジングの、はい、こんな感じでしっかりルブがされているような形ですので、見た目ではプラスアルファで自分でルブっていうのは必要じゃないというふうに感じています。でまたですね、スプリングに関しても、はい、こんな感じでめちゃくちゃ 22mm という形で長いので、この辺実際に打ってみてクッション性がどれくらいあるかという点はですね、一緒に見ていければと思います。それでは次のチャプターでは、スイッチ単体の音、そしてスイッチのぐらつきとかをですねチェックしていければと思います。はい、それではここからは実際にですねキースイッチの単体の音を聞いてもらえればと思いますし、ぐらつきっていうのもですね確認していければと思います。まずぐらつきに関しては、はい、こちらご覧になってみてください。はい、こんな感じでキーキャップをつけてないバージョンとつけたバージョンでのぐらつき見ていただいたと思うんですけども、比較的タイトに作られているキースイッチなんじゃないかなというところは見たところの感想というところになっております。でここからはですねキースイッチの音をですね単体で聞いてもらえればと思うんですけれども、キースイッチ単体の音と、あとプラスアルファで SA プロファイルとチェリープロファイルのこの2つのですねキーキャップを取り付けた時の音も一緒に聞いてもらえればと思いますので、ぜひちょっと聞いてみてください。はい、いかがだったでしょうか。かなりですね、パチパチっていう音がですね、聞こえてきたんじゃないかなと思います。パチパチほどじゃないかもしれないですけども、ハイピッチ、ローピッチのストックな音というよりは、どちらかというとハイピッチな音なんじゃないかなというところになっております。で、打った感じですね、やっぱりルブがしっかりされているので、かなりスムーズに入っていくようなキースイッチだったなという印象です。また、22mm というところもですね、この単体だとなかなか感じないですけど、それでもやっぱり短いキースイッチよりは、やっぱりクッション性があるような感触、ポテンシャルを感じましたので、これがですね、キーボードに乗せた時にどうなのかという点はしっかり見ていければと思います。
それではですね、次のチャプターでは実際にキーボードに乗せてこのですねキースイッチの音聞いていければと思います。はい、それでは早速ここからはですねキーボードに乗せた時の音というものをチェックしていければと思います。今回キーボードとしては2つ用意しておりまして、1つ目はこの QK65 というキーボードになっておりまして、アルミニウムのケースに、ポムのスイッチプレート、そしてキーキャップに関しては、はい、こちらのシグニチャープラスティックスの SAP という SA プロファイルの PPT 製のものをですね使えればと思っています。で2つ目としてはちょっとここに今ないんですけれども、こちらの、はい、BM40 というキーボードになっておりまして、こちらのがアルミニウムのケースにブラスのスイッチプレート、そして上にはですねセラキーというセラミック製の、はい、こちらなんですけれども、こちらが取り付けられているものを聞いてもらえればと思いますので、2種類キーボードに取り付けた音聞いていってもらえればと思います。それではどうぞ。はい、いかがだったでしょうか。ここからはですね、プロ&コンズという形で良い点悪い点というのを伝えていければと思います。まずはいい点ということなんですけれども、2点あるかなと思ってまして、まず1つ目はめちゃくちゃ打ちやすいです。本当に打ちやすいというのは心から思いますし伝えたいです。先ほど見ていただいたように、はい、こんな感じでルブがしっかりされているという点と、あとは2点目の、はい、こちらスプリングが 22mm という長さがありますので、めちゃくちゃ打ちやすく打てます。サクサク打てますというところです。で、ボトムアウトフォースもこちらのスペックご覧になっていただいたと思いますけれども、46g というですね比較的軽いキースイッチになっておりますので、その点も含めてですねサク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 打ちたいという方にはめちゃくちゃおすすめなキースイッチだなという感じになっております。続いて2点目は、安いという点は確実に言えるのかなと思ってまして、1個あたり 0.3 ドルって結構安めな方だなと個人的には思ってます。やっぱり私がですね最近ずっとレビューをしていく中で多いのはやっぱ1個あたり 0.45 とか 0.5 から6とか、これぐらいのですね 0.4 から 0.6 ぐらいの幅に収まるキースイッチが多いんですけども、こちらはですね 0.3 ということなので、比較的安価に手に入れられることができる高品質なキースイッチなんじゃないかなと思いますので、この音がですね好きな方というのはめちゃくちゃハマるんじゃないかなと思いました。続いてダメな点ということなんですけども、これダメというよりも好みだと思ってもらえればと思いますが、先ほども聞いていただいて分かったと思いますが、少なくともコトコトではないというところで、ハイピッチパチパチに近い方の音が出てきますので、この音さえ気にならなければいいんですけれども、気になる方にやっぱこの点悪い点になっちゃうんじゃないかなと思ってダメな点に挙げましたけれども、総合的にはこれ非常にですねいいキースイッチなんじゃないかなと私は思ってます。はい、それでは総合評価ということなんですけど、5点満点中私は4かなと思っております。で、この1点なんで引いたかというと、もうこの音だけです。この音がですね気に入ってる人にはめちゃくちゃ僕合うと思ってまして、私今のところですけどパチパチよりもコトコトが好きなので、このマイナス1点引いてますけれども、とはいえ私もコトコトだけのキーボードを作るというよりは、たまにパチパチのも作っておきたいなっていうのがあるので、そっちにはインストールしてるんですが、という意味で安いという点とルブがしっかりされてるという点、そして 22mm という点、そして 46g という、この最後の3つは打ちやすさというところに関わるわけなんですけども、安くて打ちやすいというところがですねありますので、この音が好きな方っていう人にとってはめちゃくちゃいいキースイッチで、5点満点中5点なんじゃないかなと思うぐらいの品質だなと思ってもらえればと思いますから、もし気になる方はですねぜひ手に取っていただけるといいのかなと思っております。それでは最後にということで、今回の動画面白かった、役に立ったという場合にはぜひいいねボタンよろしくお願いします。あとチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。今後もテンパパ TV ではこんな形でキースイッチの紹介定期的に行っていきますので、ぜひ見逃しさせてならないようにチャンネル登録していただければと思いますし、もしこういう企画で動画作ってほしいとかあれば、ぜひコメント欄からお寄せいただければと思います。また過去に上げたキースイッチのですね再生リストは上のところに貼り付けておきますので、ぜひチェックいただければと思います。それでは本日は最後までご覧になって
っていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いできればと思います。さようなら。